はい、皆さんこんにちは、ときまるです。今日もね、森の中から失礼します。今日はね、富士五湖、富士山のふもとにある湖が5個あるんですけど、そのね、その近くの山を登ってます。下ってるんですけど、正確には。で、今日の話は、自分の登山のアクティビティが、やっぱり物を減らすことにものすごく役立ってるって、役立ったってことなんですよね。そういう話をしたいと思います。僕はそのガチガチの登山家ではないんですけど、実はね、でも仕事で山を登り始めました。一番最初仕事でね、もうね、10年ぐらい経つんですよ。2010年とか11年ぐらいから、登り始めて、その山の中で撮影をするっていうね、仕事をしてた時期があって、で、いろんな山に登りましたよ。東京近郊の低山、だいたい2000メートルぐらいの、2000もなかったか1500ぐらいか、日帰りで行けるような山にね、登り始めたわけです。で、それで、最初はその仕事だったから、しかもその時まだフィルムの時代だったからさ、ブローにね、中盤カメラとか、あとニコンの D200 とか300とか、その辺のね、デジカメとフィルムを2つ担いで、さらに結構大きなストロボもね、担いで、重さ多分15キロとか20キロぐらいあったんじゃないかな。食料とか入れると。それくらいで最初登り始めました。で、最初はやっぱきつくて、もうなんでこんなことやってんだろうっていうか、よく小学校の遠足とかさ、そういうので山登るじゃないですか。で、きついなってしかなかったんですよ。でもうちね、母がちょっと登山家で、結構山行ってる人で、北アルプスとかね、八ヶ岳とか北アルプスとかを結構ガンガン登る人だったんですよ。だから小さい頃から山に関する話とかはね、ものすごく聞いてて、でも自分が育った場所が山というよりは海だったものだから、全然ちっちゃい頃はね、そんな登らなくて、海遊びばっかしてたんですけど、そしたら仕事で登るようになって、最初きつかったんだけど、それがだんだん楽しくなってね。で、そのね、仕事のちょっと撮影のジャンルが変わって、撮影で山に入るってことがなくなったんですよ。で、かなりスタジオに缶詰みたいな感じになってね。それからスタジオでずっとファッション写真とか、そういうのを撮ることになるんですけど、そしたら、急にね、その山が僕の中に戻ってきたんですよね。何か足りてないなって思ったらそれが山だったんですよ。で、そこから、だから仕事で最初登り始めてもう一度、街で暮らして、それからもう一回山に入りたくなって、でもね、2014年ぐらいから、そういうわけで山に入り始めました。雨でぬかるんでるから結構滑るね。でね、登山家っていうのは、山を登る人っていうのは、究極のミニマリストだと思うんですよ。それはね、やっぱり、このバックパックの中に、いい食住が全て入ってる。だから、もうこのバックパック一つで生活できているっていうね。つまり僕が街でやってるエクストリームミニマリストのスタイルと同じなんですよね。だから、山を登る人、登山家っていうのはみんなミニマリストだと思います。で、いかに道具を軽くするかとか、持ち物の数を減らすかとか、で、食料とか飲み水を最適化するかとか、そういうことをね、常々考えてるんですよ。だからそれっていうのは、街でね、ミニマリズムの生活をすることと同じことで、結局は。だから僕もその山からインスパイアを受けてるとこは大きくて、で、最初は普通のギアで登ってたんだけど、割とウルトラライトっていうか、ライトウェイトハイキングっていうね、もともとアメリカ発祥の
ハイキングスタイルなんですけど、レイ・ジャーディンっていう人がいて、で、その人が始めたスタイルだと言われてます。その前には、UFO 大全かな、コンプリートウォーカーっていう本を書いたコリン・フレッチャー。コリン・フレッチャーがでっかいもう30リットル、じゃあ30キロか、30キロぐらいのバックパックを担いで、その砂漠とかね、アメリカの大自然を旅するっていう、バックパッキングして旅するっていうスタイルだったのが、もう少し軽量化して、それで荷物を軽くすることによって移動距離を伸ばしたりとか、早く移動したりとか、そういうことになってきたのが、そのレイ・ジャーディンっていう人が、ライトウェイトパッキングの、ライトウェイトハイキングか、の手法を生み出したとされています。で、僕もそういうところに結構影響を受けてね、割とその、軽い荷物、いかに軽くするか、いかにコンパクトにするか、それでいて、安全は絶対なんで、安全を確保するっていうね、そういうスタイルでやってます。で、今回持ってきてるものもね、もう衣食住僕のバックパックに全て入っていて、で、家にね、ホワイトボックスに置いてきたのは MacBook ぐらいです。はい。持ち物で、今、55個。で、正確にはね、最近ちょっと増えてるんで、60個ぐらいになってるんですけど、その中で、コンピューターぐらいですね。家に置いてきたのは。で、それ以外のものはもう全部ここに入ってます。だから、このままね、この山を降りて、また別の町に行こうかなとも思ってるんですよ。なんかそういう感じで、今日はその登山から僕が取り入れたミニマリズムっていうことについてお話ししてきました。はい。で、ちょっとね、ぬかるんでるんで、気をつけて残りの道を歩んでいきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ちょっとね、歩きながらだったんでお聞き苦しいところあったかもしれませんが、皆さんも良い一日をお過ごしください。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の放送で。